崩壊サードエリシアの骨編。こんにちは、コバトーンです。はい、今週のアップデートで追加されたエリシア、めちゃくちゃ可愛いですよね。ところが使い方がなかなか難しいことになってます。特にスキル説明の長さが過去最長レベルで長いので、読むことを諦めた人も多いのではないでしょうか。最近はエリシア目的で崩壊サードをプレイし始めた方もたくさん見かけますので、初心者の方でもいい感じに動かせるポイントも含めつつ、長年館長やってるけどぶっちゃけよくわかってないんすよねって方もワンステップ進める感じで解説していきたいと思います。よろしくお願いいたします。初心者向けエリシアの基本では、早速始めたての館長に向けて簡単な解説をします。慣れている館長は説明を飛ばしていただいても大丈夫ですが、大切な部分は共通していますので、よかったらこちらも聞いていってください。慣れている館長に向けての解説はこの後に続けて行いますね。ではまずエリシアの性能を簡単に言語化してみたいと思います。非常に説明が難解なキャラクターではありますが、ざっくりと軸の部分を言語化することでこの後の説明が分かりやすいと思いますので、まずは芯の部分を捉えてみてください。エリシアは領域展開アタッカーです。決まった手順で技を発動することによりフィールド上にエリアを展開、敵にデバフを与え味方にバフを与えるこの領域を展開しながら、強化された通常攻撃や必殺技で戦っていくキャラクターです。ではその領域の作り方ですが、2通りあります。崩壊サードは第2部からアストラルバーストというモードが追加されました。簡単に言えば覚醒モードみたいなものですね。ただし一般的な覚醒モードと大きく違う点は、チーム全体が覚醒することです。アストラルバーストを発動するとチーム全体が覚醒モードに突入し、全員の能力が共鳴してバフを掛け合うようなイメージと言えるでしょう。そのためチームメンバーの組み合わせや並び方で様々な使い方ができるようになっているんですね。アストラルバーストについての詳しい話は以前別の動画で説明していますので、そちらを参照してもらうと分かりやすいと思います。ここでは必要な要点だけかいつまんでお伝えすると、アストラルバースト中は操作方法が多少変わるということです。そのためアストラルバーストをしている時としていない時で2通りの操作が存在します。まずはアストラルバーストを発動していない時の領域設置から説明しましょう。やることは簡単。スキル、必殺と連続でボタンを押すだけです。武器スキルで設置した花に必殺を当てることで領域が展開されます。展開されたらあとは通常攻撃をポンポンポンとぶつけていくだけですね。はい。やること自体は非常にシンプルとなっています。注意したい点は、スキルを打ったらすぐに必殺技を発動することです。ボタンがピカピカと反応するので、その間に押すようにしましょう。少し間を空けてしまうだけで技がうまく発動しなくなります。するとスキルのクールタイムに入ってしまったり、必殺技のクールタイムに入ってしまったりと、結構デメリットが大きくなっちゃうわけですね。とにかくここは手癖にしてしまって大丈夫です。スキルを打ったらすぐに必殺につなげましょう。またもう一つ注意してほしいポイントは、必殺を長押しする点です。エリシアの必殺技は長押しすることでチャージが可能になっています。長く押すとどんどん矢の本数が増えていき、威力も上昇します。さらに領域を展開する時の必殺技は矢の本数で領域の持続時間が設定されているんです。ポチッと1回押しただけだと非常に短い時間しか領域が維持されないので、あっという間に強化状態が終わってしまいます。基本的に最大チャージでぶっ放せばいいので、必殺技ボタンを押しっぱなしにするイメージで操作するといいでしょう。基本的に最大チャージになったら勝手に発射してくれるので、本数を数えたりする必要もありません。矢が放たれるまでとにかく長く押せば OK です。では続いてアストラルバーストを使用している時のフィールド展開です。今回は基本を押さえるためにエリシアがリーダーの時のお話をします。先ほどもお伝えしたようにアストラルバーストはメンバーによって性能が変わります。まずはエリシアをリーダーにした状態で理解しましょう。アストラルバーストが発動している時は武器スキルが2段階で使えるようになります。操作自体は簡単で2連続でボタンが押せるようになっているだけですね。2連続でボタンを押した後、同じく必殺技を当てていきましょう。先ほどまでとモーションが少し違いますが、同じようにフィールドが展開されていることがわかるはずです。操作してみるとわかりますが、武器スキルボタンを押す回数が1回増えただけで基本的な操作のノリは変わっていません。一度覚えてしまえばさほど難しくないので、何回か使って覚えていきましょう。こちらも先ほどと同様、武器スキルの段階で操作を止めてしまうとフィールドがうまく展開できません。1段目で止めても2段目で止めてもすぐにフィールドが消滅してしまいます。必殺技まで発動することでフィールドが安定するので、必ず必殺技まで打ちましょう。
またここでの必殺技も最大チャージで大丈夫です。この後さらに上手に使う方法を解説する際に触れるのですが、最大チャージで使った方が色々と都合がいいんですね。むしろ最大チャージじゃない状態で使うメリットがあまりありません。なので何も考えずに長押しでぶっ放せば OK です。基本的にその方が威力も高いので心配ありません。はい、ここまで説明した方法がフィールドの展開方法です。基本的にこのようにしてフィールドを展開した後、通常攻撃をバンバンバンと打っていくムーブになります。エリシアは何かと通常攻撃の4段目に特別な機能がついているので、4段目まで打ち切るつもりで動かすとより強く使えるでしょう。上から大きい矢が落ちてくるモーションが4段目なので目印にするといいと思います。エリシア最大の必殺を使おう。本当の基本ムーブはここまで紹介した通りです。ただし本当に基本の基本、もうちょっと面白い動きも覚えておきたいですよね。なので超必殺の打ち方も紹介しておきましょう。先ほども触れた通り、アストラルバースト状態になると技が変化します。エリシアは特にこの状態を使って通常時よりもはるかに威力の高い超必殺を打つことができるんですね。ポイントは簡単です。アストラルバースト状態に入ったら必殺技を最大チャージで1回打った後、もう一度必殺ボタンを押すだけ。ポイントはこれだけです。なお先ほど紹介したフィールド展開が失敗していたとしても関係なく打てます。とにかくアストラルバースト中に最大チャージの必殺技が打てればその後に発動できるので覚えておきましょう。特に慣れないうちはフィールド展開を間違えてしまうことも多いはずです。失敗してフィールドが出なかった場合などのリカバリーに使えるので簡単な高威力技として覚えておきましょう。以上がエリシアの基本となります。一応リーダーにした場合で解説しましたが、リーダーにした時の操作が最も難しいです。リーダー以外に設定して操作する場合はもっと簡単にモーションが変更されているので、こちらを覚えておけばそれほど苦労せずに理解することができるでしょう。一気に全部覚えようとするとかなり混乱する内容ですので、アストラルリングをいろいろ試しながら体になじませていくことをお勧めします。では続いてある程度慣れている館長さんたちにお話をさせていただきます。春日和ってどうやって出すんだよ問題。はい、今回のメインコンテンツと言ってもいいコーナーに差し掛かりました。ここからはエリシアのチュートリアルを終えている前提でお話しさせていただきます。さて、エリシアのチュートリアルをしていて疑問に思った点がありませんか？春日和ってどうやって出すんだよって。まあ僕はなりました。チュートリアル画面では愛ちゃんが勝手にしてくれているのでわからないんですよね。しかも史上最長のスキル説明文を全部読んでも書いてありません。なんでだよって感じなんですけど。というわけでいろいろ調べてきましたので、共有していきたいと思います。エリシアの火力を最も高めたい場合には必須の知識となると思いますので、ぜひ押さえておきましょう。では春日和状態の話をする前に混乱しやすい能力の説明から始めていきますね。天縁の杯の言語化。エリシアは天縁の杯というアストラルリングを持っているキャラクターです。天縁の杯は2人目の実装ということで、今までは1人しかいなかったため、どんな機能を持たせたアストラルリングかよくわからなかったんですよね。それが2人目になったことでざっくりと方向性が見えてきました。これも一度わかりやすく言語化しておきましょう。天縁の杯とは、必殺技エネルギーを大量消費することでポイントを貯めて、貯まったポイントで特殊バフを獲得し、特殊バフによって超必殺を打つアストラルリングです。ひょっとしたら3人目以降が現れたら印象が変わるかもしれませんが、今のところ出ている2人はこんな感じです。言葉にすることでざっくりとした方向性が分かったと思いますので、続いてゲーム内の言葉で説明していきたいと思います。天縁の杯とは EP 消費を奇跡というポイントに変換し、奇跡が一定量になることで演奏法を発動。演奏法の機能によって一部技が変化するというものです。はい、さっき簡単な言葉で説明した理由が分かりますよね。めちゃくちゃ言葉が分かりづらくなってるんですよ。とはいえ先ほど仕組みが分かっているので難しくはないはずです。天縁の杯キャラは必殺技を打つことで EP を消費します。そしてその EP は奇跡というポイントに変換され、奇跡が一定量に達すると演奏法が発動するんです。この演奏法は勝手に発動するため、特にボタン操作などを行う必要はありません。また画面上にインジケーターなどもないので動きで覚えるしかないでしょう。なお名前が非常に難しいですが、バフ発動のためのスタックだと思ってもらうと分かりやすいと思います。エリシアの場合、演奏法を2つ貯めることで必殺技が変化し、春日和を展開できるようになるというわけです。なので非常にスタックっぽいニュアンスだということがわかるでしょう。
こういった仕組みであるため、天元の杯キャラは大量の EP 消費性能と爆速の EP 回復能力を両方備えています。以前紹介したケイオスヘリアも今回のエリシアも特定条件下であれば EP 回復効率プラス 400% といった桁違いの回復能力を持っているんですね。なお、ケイオスヘリアとエリシアの違いとしては、ケイオスヘリアは単独で EP 消費、EP 回復をして奇跡を貯めるのに対して、エリシアは自分でもチームでも OK といった違いがあります。両方知っておくと理解が進むので参考にしてみてください。アストラルバーストで EP 消費が爆増する。エリシアは自身がリーダーの時、アストラルバースト状態に入ると必殺技での EP 消費がめちゃくちゃ増えます。なんと最大チャージまで行えば1200もの EP を消費することになるんですね。普通のキャラクターで考えるとデメリットでしかありません。そうですよね。強化状態に入ったなら普通は消費 EP が減って必殺技をたくさん打てるようになるみたいな方がベタな印象です。ところが逆に10倍ぐらい EP を使うように変化するんですね。察しのいい方ならもう分かっているでしょう。先ほど説明した天元の杯の性能と組み合わせるためにこの能力はついているんです。今回のエリシアは様々な能力説明がバラバラの位置に書いてあるんですが、それがパズルのように組み合わさって能力を発動する形式になっています。それゆえに非常に分かりにくいんですが、ここで一度ちゃんと整理していきましょう。今回は細かく天元の杯の性能を解説します。エリシアの場合、アストラルバースト中に消費した EP を 100% 奇跡に変換します。なので、100EP 消費すれば100奇跡、500EP 消費すれば500奇跡ですね。そしてエリシアは奇跡が1200に達すると演奏法が発動し、一旦奇跡がリセットされます。つまりエリシアは EP を1200使わないといけないんですね。そうです。先ほど説明したアストラルバースト中に消費 EP が爆増して1200になるというのは、ここで演奏法を発動するためにあるんです。じゃあこれで演奏法も発動できたし、春日和発動できるっしょと思うかもしれませんが、それは違います。なんと演奏法は2つ以上貯めないといけないんです。ここで別の性能が生きてきます。エリシアはマイナス EP まで消費できる。天元の杯はアストラルバーストを発動するとチーム全員の EP ゲージを合算します。そのため発動中は大量の EP を持っている状態になります。しかしさすがに1200ものの EP は大量すぎます。なのでエリシアはマイナス EP という希少な能力を持っているんですね。現在の所有 EP が200以上であれば必殺技を発動でき、そのままチャージを続けることで 1200EP 使うことができます。マイナス分に割り込んだ EP は保持されるので、マイナス状態からまたチャージしていくことになります。つまり借金みたいな状態になるわけです。この特性を知るとまず心配になるのが、一度この技を打ってしまったら後のバトルで一度も必殺技が打てないレベルの借金をしてしまうのではないかということですよね。これに関しては安心してください。きちんと帳消しにする方法があります。エリシアのアストラルバーストは終了すると発動前の EP 量に戻るようになっているんですね。なのでアストラルバースト中に借金をしても終了すれば元通りです。バースト中はガンガン EP を使っていきましょう。そしてこれだけの EP を使うとなったらチームの EP 管理が難しそうな気がしますよね。そこに関しても安心してください。チーム全員の EP も元通り回復します。またアストラルバーストの開始時には 50% の EP 量になるように強制的に変更されます。そのため全く EP を持っていない状態からでもアストラルバーストに突入してしまえばきちんと技を打つことが可能です。そのため思ったよりも複雑ではありません。アストラルバーストに突入してからの操作をきちんと把握していればしっかりと使うことができるでしょう。このような補填システムもしっかりしているんですね。演奏法を2回貯める方法。さて演奏法を貯める方法に話を戻しましょう。エリシアがバースト中に必殺をフルチャージで使うことで 1200EP 消費できます。これにより奇跡が1200貯まり演奏法が1つスタックされます。春日和を発動するためにはもう一段階演奏法を貯めないといけません。つまりもう一度 1200EP 使わなくてはいけないのです。しかしエリシアは借金状態、そのままではどうやっても足りません。ちなみに自分だけでどうにかできるか試してみたんですが、技を打ち続けても全く EP が足りませんでした。古の楽園などの特別なバフを受けていない限りは単独で発動することは不可能と言っていいでしょう。ではどうするのか。ここで仲間に頼ります。エリシアは仲間が消費した EP も奇跡にすることができるんですね。ただしこれには2段階で条件があります。一つは再演奏性を持っているメンバーでないと奇跡はたまりません。
というか、再栄創生でないと EP がマイナスになってしまっているので、そもそも必殺が打てないんですね。天元の杯は EP ゲージが全員分合体した状態になるので、エリシアが空っぽにしてしまうと他のキャラも空っぽになってしまうわけです。じゃあどうやっても無理じゃないと思うでしょう。しかしこれには抜け穴があるんです。もう少し後で説明するのでお待ちくださいね。ここでは一旦奇跡に話を集中します。再栄創生を持っているメンバーであれば必殺で奇跡を300貯めることができます。そしてエリシアの展開しているフィールドが陽春状態であれば、その蓄積効率は 100% アップ。つまり必殺技1回で600貯められます。そのためチームメイト2人に必殺技をそれぞれ打ってもらえれば、奇跡の量が1200に達して足りるということですね。ここでまた引っかかる単語が登場してきちゃいました。陽春です。先ほど登場した EP 問題もありますし、順番に説明していきましょう。再栄創生は EP0 で必殺が使える。再栄創生メンバーはなんと天元の杯が有効な時に限り QTE 発動後消費 EP0 で必殺が打てます。このため QTE 出場さえできれば EP がマイナスであろうと必殺が発動可能なんですね。この特性を使って再栄創生で奇跡を稼ぐわけです。また再栄創生はアストラルバースト中にこの方法で必殺を打つと大量の EP を稼げます。これによってエリシアの必殺発動可能な 200EP まで稼いで、最終的にもう一度必殺が打てるようになるわけです。陽春状態とは、エリシアのアストラルバーストで展開されるフィールドの正式名称は愛の領域です。この愛の領域は状態が細かく設定されており、名前で区別されてもいます。ちょっと難しいんですが覚えていきましょう。まずアストラルバースト発動で展開するフィールドそのものが愛の領域です。で、スキルを2連発して展開するのが愛の花。そしてこの段階までが早春と呼ばれる状態です。ここから愛の花に必殺技がヒットすると満開状態になりダメージが発生します。同時にフィールドが変化してこれが陽春という状態。先ほどもお伝えした通り、必殺技をヒットさせるまでは状態が維持できないため、ここまではルーティーンで行うことになります。なのでキャラチェンジしたりするのはここから先ですね。そのため基本的に自由に立ち回るのは陽春状態ということになります。この陽春状態であれば再栄創生のキャラの必殺技で奇跡を2倍稼ぐことができるというわけです。なのでやること自体は非常にルーティン的で、ここまでフィールド展開させてから QT を出しましょうねというだけです。そして最終的に今説明している演奏法を2つ以上スタックした状態でもう一度エリシアの必殺技を発動させると、フィールドが春日和状態になります。春日和状態は花畑がピンクになるので非常に区別しやすいです。この状態まで進んでいると通常攻撃がかなり強化されるため、とてもダメージが伸びます。また春日和状態であれば必殺技ボタンを単押しするだけで、先ほどまで超必殺と呼んでいた星々に届く愛を発動できるわけですね。先ほども説明した通り、フィールド展開に失敗しても星々に届く愛は発動できます。しかし高いダメージを出したいのであれば春日和状態まで持っていって、なおかつ通常攻撃をしっかり当て、そして星々に届く愛を叩き込みたいわけですね。やり方を整理しよう。では条件が出揃ったところで改めて順番を整理してみましょう。まずエリシアでアストラルバーストを発動します。次に武器スキルを2回、必殺技を1回フルチャージで発動することでフィールドを陽春状態にします。そしたら再栄創生キャラに QTE で切り替えて必殺技を叩き込みましょう。2人分行えれば十分です。最後にもう一度エリシアに戻し、再び武器スキルを2回、必殺技を1回発動します。するとエリシアが画面にタッチした動作の後、フィールドがピンク色に変化します。この状態で通常攻撃を4回叩き込み、最後に必殺技ボタンをもう1回押して一番強い技の星々に届く愛を発動しましょう。これが一番スタンダードなルーティーンとなります。見ていただければわかる通り、アストラルバーストの時間をかなりギリギリまで使うため、途中の QTE 出場したキャラは武器スキルなどを使わない方が安定します。ただ挟んだ方が当然総合ダメージは上がるので、慣れてきたら自分なりにアレンジしてみるといいでしょう。また途中で操作を失敗してしまって1人しか QTE が出せなかった場合でも、頑張れば春日和にすることができます。ついでに紹介しておきますね。途中までは全く一緒です。QTE で交代して必殺技を打ったらエリシアに戻し、通常攻撃を当てて頑張って EP200 に到達しましょう。そうすればもう一度エリシアのフルチャージ必殺が打てます。つまり1人で奇跡を1200貯める動作を2回行う感じですね。ここまでしっかり仕組みを説明した理由はここにあります。
どんな方法でもいいので、演奏法を2回以上発動すればいいだけのため、必ずしもスタンダードなルーティンで打つ必要はありません。将来的にキャラクターが増えたりしたら、また別の打ち方も登場することでしょう。仕組みが分かっていれば工夫することもできるので、よかったら覚えておいてみてください。まとめ、ちょっと特別なキャラクター、エリシア。いかがだったでしょうか？初心者の人は基本的な使い方を抑えられたんじゃないかなと思います。また、ある程度慣れている館長さんは説明文に書かれていない内容を補完できたのではないでしょうか。理解の手助けになれていたら幸いです。他のタイプの使い方などをまた要望があれば説明していこうと思います。全部説明しようとするとめちゃくちゃ長くなってしまうので、ひとまず今回は大切な部分だけに絞ってお伝えしました。今回の知識もあなたが崩壊サードを楽しむための一助として参考まで。私に会いたくなった？おとぎ話を紡ぎましょう。よーく見て。飛ぶわよ。しっかり覚えててね。